ちは、ゆうこです。30歳、東京在住、外資系の OL をしています。見ての通り、編み物が好きで、編み物アカウントとしてこのチャンネルを開設してみました。そうね。とりあえず1本目ということで、まずは自己紹介兼ねてお話ししながら編み物をしていければなと思っています。今編んでるのはででん、うわー、大きくなってきた。なんかお好み焼きのしゃもじみたいな形してるんですけど、これを半分に折って、ここ取っ手の部分こうやってやってこう結んだら可愛いかなと思ってるんですけど、で同じ形をもう半分作って、こことここつないでっていうようなのにしたら可愛いんじゃないかなと思いながら試しに編んでいるところでございます。で、趣味は見ての通り編み物と、あとはキャンプとか旅行とか、あとは美味しいものを食べに行ったり飲みに行ったりすることが大好きです。で、さっき外資で働いているだかいただかっていう言い方をしたと思うんですけど、実は今お休みをいただいているところです。で、なんでかっていうと、ちょっと疲れちゃったんですよね。新卒からずっと好きなことを仕事にして楽しくバリバリ働いてたんですけど、だんだん好きなことを仕事にしてたはずなんだけど、ちょっとわからなくなってきちゃってたりとかしていくうちに疲れてしまい、今に至るっていう感じですね。それで、お休みしてからもう去年だいぶ経つんですよ。去年の年末から休んで半年ぐらい経っていて、そろそろ契約内容的にはね、戻るか戻らないかはっきりしなきゃいけない時期になってきたんですけど、ちょっと正直まだ戻れないなというか、会社員生活に戻りたいかわからないなっていうのがあって、でなので仕事もう辞めちゃおうかなって思ってます。30歳まで結構バリキャリ目指すようなスタイルでずっといたんですけど、思い切ってみようかなっていうところで、もしこの動画を今公開しているのであれば、それに決着がつき、なので皆さんが見ているっていうことは無事晴れて無職になったイエーイっていうところです。なんかいや不安はないわけじゃないんですけど、私結構悩んだけど、なんかこういう感じになった時にお母さんになってからお母さんに相談というか、今こういう感じなんだよね、どうしようかなみたいなことを言った時にもらった言葉があって、お母さんも旅行好きなんですけど、旅行ってさ、あんまプランとか決めすぎない方が楽しかったりとか、意外と思わぬ出会いがあったりして楽しかったりするじゃん。だから人生もそうなんじゃないとか言ってくれたんですよ。でそれが私の中ですごく腑に落ちて、自分も旅行が好きだし、自分の旅行スタイルもそうだからっていうのも多分大きいんですけど、確かに自分が好きな旅行でそのスタイルなんだったら、人生なんてもっとそうなんじゃないかって思い始めたんです。なのでちょっと自分で決めすぎたプランをそれを追いかけるっていうのも一つあるし、なんて言うんでしょう、一つすごく素敵なことだとも思うんですけど、私にはそのスタイルは合わなかったかもなっていうのがあって、
なので一回ちょっと会社員っていう働き方からは離れようかなっていうのが今です。ただなんかじゃあどうするのっていうのでフリーランスとかも考えたんですよ、今の職種のまんま。でもなんかそれも考えたけどなんかまだちょっとそれも違うかなっていうのもあって、でじゃあもう思い切って一回もう本当に好きなことをしてするだけの生活をしてみようって思った時に出会ったのが編み物です。始めたのは今年の1月の半ばだからまだ3ヶ月目、ちょうど今4月の14、15ぐらいだからちょうど3ヶ月ですね。なので全然新米なんですけど、もともと編み物には興味があって、小学生の頃とかもね、ジブリのおばあちゃんたちが棒針で何かを編んでるシーンとかがすごいなんか私はいいなって思って憧れていて、でおばあちゃんにダイソーでね棒針を買ってもらって教えてもらいながらマフラー編んだりとかしてたんですけど、おばあちゃんと一緒に住んでるわけでもなかったし、その時代は YouTube があったのかなかったのかみたいな時代だったので、あと説明書とかね読むのが苦手なタイプなんですよ、昔から。だからそういう編み方の本とかも読みたくなるわけもなく、結局その時は編み物とおさらばしてました。でそんなこんなありつつ30歳になった時とか、まあなんかこのアラサーぐらいになってからね、編み物ブームあるじゃないですか。今も流行ってますね。が来て、結構周りでも編み物する人が増えてきて、編み物かとか思ってたんですけど、ある時会社の後輩ちゃんたちがすごい可愛くってみんな仲良しなんですけど、週末に彼女たちが集まってなんかカフェで編み物したんですよみたいなっていう、なんかなんて言うんでしょう、楽しかったエピソードをね話してくれて、そういう時間っていいなって思ったんですよね。なんか何かをしながら、なんだろう、別々のことをそれぞれしながら一緒にゆったりと時間を過ごすみたいなスローライフ的なねのすごい素敵だなって思っていたりする中でこういう仕事をお休みする状況にもなったっていうのもあり、じゃあなんかせっかくなら時間あるしめっちゃスローライフ送れんじゃんって思って編み物をやってみたっていう感じですね。でやったらすごいハマっています。もともと興味あったのもあるし、昔から幼稚園の頃とかから裁縫好きだったし、高校生の時は絵描くのが好きで美術の授業に熱中したりとかしてたのもある。昔からこういうの好きだと思う。手を動かしたりとかね好きだったと思うんですけど、なんか自分が欲しいなっていうものを編み上げてみたり実現してみたりとか、あとは誰かが出してくれたチュートリアルを見ながら何かを作りつつ、そこに自分がもっと欲しいと思う要素を加えてみるみたいな、工夫してデザインして考えて作り上げるみたいなのが時間がすごく今楽しいと思ってます。でそう、会社員に戻りたいかわからないと話をしたと思うんですけど、とてもありがたいことに夫も全然いいんじゃないみたいな、好きなことをやるのが一番だよって言ってくれる人なのと、あと私のこの状況を理解してくれる両親とかもいて本当に恵まれてるなって思うんですけど、っていうこともあるので、それに今はちょっと寄りかからせてもらって、
いこうかなと。で、ただね、やっぱ編み物って、今見てくださる方たちきっと編み物をする方たちが多いと思うんですけど、ご存知の通りお金がかかるんですよね。意外と毛糸代かさむから、それぐらいはちょっと自分で稼げるようになりたいな、どうにかしたいなっていうような目標もちょっとあったりはします。なので、そんなこともあったりとか、あとはやっぱなんか誰かと交流するとか発信するとかは昔から好きなので、それをしつつ将来やってみたいのは編み図販売、デザインしたものをみんなに知ってもらって作ってもらってとか、これ作ったよと教えてもら、見せてもらったりとかっていうようなことができたらすごく楽しいんだろうなって思っているので、ちょっと編み物で生活していけるようになったらめっちゃ最高って思いながら、何が一番自分にとって得意かとか楽しいかとかね、まだまだ30歳探してる途中ではあるので、そんなこんな私が自分で人生をまた、一からじゃないけどね、編み直していくうまいこと言ったかな様子を見届けてもらったり応援してもらえたらなと思っているところでございます。このチャンネルでは自分で作ったねデザインの編み方の紹介とか、あとは編み物系 Vlog、 私結構海外のニッターさんたちがおしゃべりしながらこれ編んでみるチャレンジとか、おしゃべりしながら編んでる様子を見たりしながら自分で編み物を横で全然違うの編むみたいなのが好きで、一緒に編んでる友達と一緒に編み物をしてるような感覚になれる。耳が寂しくない。アニメとか映画とかドラマとか見てると結構編み物に熱中して話をいなくなるけど、人の雑談ってどのタイミングで聞いても面白いからみたいなっていうのも思ってるので、ちょっと私も皆さんとおしゃべりするつもりで編み物 Vlog みたいなのもやれたら楽しいかなと思ったりしています。ということで本日一旦自己紹介を兼ねたおしゃべりタイムは以上とさせていただき、また皆さんと次の動画でお会いできたらなと思います。ちょっと誰にも見てもらえないとちょっと寂しいので、もしよければチャンネル登録とかいいねとかコメントとかもらえたら励みになって楽しくなって続けられるかなと思うので、よければお願いします。ではでは、またね